それではお待たせしました。本日、日本時間の3時、私の住んでるオーストラリア・シドニーは4時なんですけれども、ライブをしますということで告知しておりました通り、始めていきたいと思います。でですね、今回のテーマは、この後やってくる9月の8日、8日の魚座の満月についてのお話なんです。で、先生術に興味がある人も、全く信じないわという人もいるかもしれませんが、今回のこの満月は部分月食で、しかも前世、今世、皆さんの体験している今、それからこれからの未来、つながっていくソウルジャーニーという、もう本当に壮大なテーマが描かれている満月図なんですね。なので、ぜひ皆さんにご紹介して、こんなチャンスはなかなかないので、前世の自分を感じていくっていうことができるという満月になってますので、事前にお話をしておこうかなと思いました。なんで、何か知りたいこととか質問とか、ありましたら、この見ている皆さんがですね、コメント欄のところに書いていただいたら拾っていきますので、ぜひぜひコメントでいろいろと参加していただくことも OK でございます。さあ、それでは、ちょっと待ってね。いけてますでしょうか。よいしょ。はい。ではですね、満月、その前に、今、太陽は乙女座に入っていて、乙女座に月があって、乙女座に太陽があって、そしてその真向かいに魚座の場所に月がある状態が満月。それが9月の8日になるということですので、あくまで、乙女座の太陽の季節ではあるんですね。で、乙女座の太陽の季節は、体、心、それから思い、マインド、居場所、あらゆる皆さんの人生に関わっているものをケアしてあげることが大切というテーマが流れています。その上での魚座の満月ということになります。で、今回はですね、私一人じゃなくって、新時代先生術ガイアスの一緒に学んでくださっている、星読みナビゲーターの皆さん、お二人お招きしておりますので、後で星読み解説をちょっと2人にもしていただこうかと思っておりますが、先に、自己紹介をお願いします。まず聖子さんからどうぞ。はい、こんにちは。オーストラリア・ブリスベン在住の、セイコです。よろしくお願いいたします。はい、そしてかなえさんお願いします。はい。皆さん、こんにちは。東京におります。かなえです。よろしくお願いします。はい。それでは、そしてシドニーのマキですということで、この3名でお届けしたいと思います。さあ、続きなんですけれども、ちょっと大まかなところだけ最初に言っておきますね。細かいアスペクトの前にですね。で、今、ケアすることが大事という話をしましたけれども、それは自分自身の才能とか、もっと生まれた強みっていうのが皆さんがあって、それを使って自分、そして自分の大事な家族、そして自分以外の人をケアすることができますかということがテーマになってるんです。後で詳しく説明しますけど、太陽は2ハウスっていう2番、現実、日常であなたが何をするのに関係していて、月は8ハウスっていう前世とかソウルジャーニーとか見えないエネルギーの世界なんですね。でもどちらも共通のテーマはアセットなんです。財産なんですよ。で、それはお金とか資産としての財産もありますけれども、それだけじゃなくて、もっと生まれた皆さんの才能ということも関係してくるわけです。それを有効に使ってますかという問いかけをされます。で、そんなこと言われても、私の持って生まれた強みや財産ってなんだかわからないのよっていう人もいるかもしれませんね。で、それはどこから来ているのかっていうことを考えていくことが大事だということにつながっていくんです。持って生まれたって私言いました。持って生まれたということはいつから持ってますそれ。生まれた瞬間ですよね。でも生まれた瞬間の皆さん0歳のおぎゃーの時に何持ってました？何できました？ご飯を作れるわけでもなく、数学の数式が解けるわけでもなく、でもその時から持っている才能を使えって言ってるんですね、今回。で、じゃあそれは
どこから来たのか、勘のいい方はお分かりのように前世ですよね。だからその前世を信じる信じない人はいると思うんです。今世限りの人生よっていう考え方ももちろん自由で、私はこう無理やり思いを変えなさいとは言いませんが、ただ私は前世の記憶があったり、自分が生まれた瞬間、この形のソウルが自分の周りに浮いているのもこう記憶していて、みんな前世があるんだということはこう心から信じてます。そこで学んだから、いろんなことができるようになって、人への優しさを知った人とか、コミュニケーション能力が高くなった人とか、人の癒し方が知った人があるので、生まれた瞬間からみんなアセット、財産を、目に見えない財産を持ってるということです。で、これ前世を信じなければ、生まれ持った素質っていうのが信じることができないじゃないですか。生まれ持った時に何かを持ってるということは。なので、今回の満月図っていうのは、そういうことを考えてみましょうという、そういう時間になると思います。ってことで、適当なことを言ってるわけではなくて、それが全部ホロスコープに書かれているんだよということなので、ホロスコープを少し解析をしていこうかと思います。先生術興味がないわという方もですね、これ見ていただくことによって、なるほど、そういう星の位置になってるってことは何か宇宙の意図があるのかもということを、信じやすくなるのではないかと思うので、一応今ちょっと一瞬ここに満月図を出しました。こんな感じです。その上でちょっと解説を加えていきますが、一番目立つのはまず月の位置を確認したいです。月は私が今これをぐるぐる矢印しているここ、さっき言った8ハウスっていう前世に関係する場所で、魚座っていう見えない世界と、それからドラゴンヘッドっていう前世からの教えが入っている場所とくっついて、ここに月がおります。そしてこの月がどんなアスペクトをとっているかと言いますと、ここにある、これクリクリしてる12ハウスの蟹座の木星と120度トラインというのをとっています。これが一番重要なアスペクトですので、この解説は星読みナビゲーターの聖子さんにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。今、マキさんがホロスコープ図をこう見せてくださったと思うんですけど、今回の、満月は、お、すいません。はいはい。月の横に、ドラゴンヘッドがある、月食となっています。で、そこに、12ハウス、蟹座の木星とトラインということなんですけども、その8ハウスも12ハウスも、やはり目に見えない世界を表していたりですね、深層心理だったり、潜在意識と感情やエネルギーを表している場所です。なので先ほどマキさんが説明してくださったように前世にやっぱりつながっていく場所なんですね。なので今回のこの特別な満月はやっぱり現世その自分の前世をどういうふうにこの今世で使っていくかっていうのがやっぱり大きな鍵になっていると思います。で大丈夫ですか、続けて。うん。はい、12ハウスの蟹座に木星があるんですけど、これっていうのはやっぱり物事を大きく捉える力だったり、あと寛大さ、公平さっていうのをやっぱり表しています。なので人からこう信頼されるとかそういうキーワードもあると思うんですけど、はい。でここで、えー続けても大丈夫です。グランどうドトライン、ぞどうぞ。グランドもう一個、トラインまで、そうだもんね。もう一個トグランド、ライン取ってるもんね。そこはい、ですね。はい、そはい。こもぜひ。で、グランドトラインなので、一番下になるところが4ハウスになるんですね。4ハウス、サソリ座なんですけど、4ハウスのすいません、緊張してます。につながってるんですけど、これが身内に対してちょっとおせっかいになりすぎちゃうっていうところも、エネルギー的にこうつながっているので、そこには本当に注意してくださいっていうのが、本当に私この間やってしまったことがあるので、皆さんにお伝えしたいアドバイスの一つです。はい。
そうですよね。しっかはい。り書かれてますもんね。ちゃんとこの満月図が前世っていうことにもつながってるよっていう場所に今言っていただいたようにあって、それがうまく大きくいい方向に行く木星とのね、トラインは、木星って拡大だから、聖子さんが今言っていたように、広い。で、それが12ハウスから広い視野で、もう宇宙視野で物事を見る。そうすると、いいことがあると。で、それはもう寛大な気持ちでいましょうということなんですよね。で、一方、リリスっていうエゴが発するといい結果にならないよっていうのが、身内とか近いところにあって、本人はもちろん愛のつもりで、よくありますよね、家族でね、その食生活いろいろ言われるとかさ、もうそんなんじゃダメよとか、やっぱりありますよ。私も自分の親にだってもっとこうした方がいいのにとか言いたくなりますけれども、でも本人が気づくしかなかったり、それは言葉で何かを否定するっていうところで入るわけですよね。誰かに対して何かを変えようとする時って。それは自分でもよくよく考えたら嫌ですよね。やっぱり。その内容が何であれ、今のあなたの生活を変えなさいと言われるのは誰もが。だから乙女座って食生活やいろんなものなんですけど、前回の新月図を読んだところでも、無理やりとか厳しすぎとか、なんかそういうことじゃないのよっていう。本当に健康になるためにはもっとリラックスして楽しく生きていくことも大事なのよという流れもあったので、ちょっとおせっかいすぎることは気をつけましょうという流れになってますね。わかりやすいです。ありがとうございます、英子さん。では、もうちょっと突っ込んでいきましょう。金井さんに満月図の中で月と太陽はもちろん満月だからオポジションって言って真向かいにあるんだけど、もう一つオポジションを取っている結構強力なところがあるので、そこを説明してもらってもいいですか？はい。じゃあですね、この満月月と、ポジションしている他の天体は、水星とパンドラ。で、まあもちろんドラゴンテールもドラゴンヘッドの反対側なので、ポジションを取ってるんですけれども、この最も感受性が強いと思える8ハウスの魚座の月に対して、コミュニケーションの天体である水星が1ハウスの乙女座という冷静、現実的、分析的というところで向かい合っている形になっています。で、ここが意味しているところは、感情的に反応しすぎない。でも、かといって、冷たく冷静になりすぎないっていうか、冷静であることはいいんだけど、態度として冷たくなりすぎないっていうバランスが大事で、深い感情に耳を傾けるという意識を持ちながらも、理性的であるということがとても必要になってきます。で、それは特別な何かイベントの時に限らず、毎日の日常生活の中で、そのバランス、冷静さと、あとは感情を汲み取ろうとすることのバランスを意識すべきだということです。で、その意識を続けることで、今までは開いてなかったパンドラの新しい扉が開くかもしれません。なるほど。はい。うん。で、続けてですね、うん。8ハウスっていうのは前世から引き継いでる、この潜在意識とか深層心理とか前世を表しているところであり、対する2ハウスっていうのは、今世の象徴になります。なので、乙女座的に実質的な生き方をするっていうのが、太陽が位置している2ハウスの象徴しているところで、それに対して8ハウスの魚座の部分は、魚座的に前世から引き継いできたソウルの学びにつながろうっていう月ですね。で、これは、相対してるんですけど、そこに、間を取り持つ役割として、12ハウスの蟹座の木星があります。はい。で、ここでそれぞれ、トラインとセクスタイルをしているので、見えない世界を見ようとすることや、小さな声を聞こうとすること、それから宇宙視点で物事を見ようとすること、さらには、今世だけではなくって、ソウルジャーニーとして
人生を見ようとすることを通して、今世と前世をつなげているというふうに読み取れます。以上です。そうですね。これ面白いですよね。もちろん、オポジションだから太陽と月は。ね。で、これは、オポジションってことは全く違うから、ニハウスってもう現実的な場所で、ハチハウスっていうのは本当にソウルジャーニーとか、スピリチャリティとか、前世とか、そういうことを語る場所で、そこに魚座っていうもうザ・スピリチュアルな月が入っていて、で、現実的なところにザ・乙女座のさっきも言ってたような、なんか結構こう厳しく、こうしちゃダメ、ああしちゃダメ、体のために、健康のために、みんなに迷惑をかけないように、こういっぱいね、こう言いそうな乙女座のものが入っているんですけれども、で、そこにもうパンドラの箱がくっついていたりとかするんですが、ここは相入れないはずだから、真逆のことだから。だから普通にこの満月がこうやってあるっていうのは相入れないで衝突してしんどいで終わるんだけど、そこでさっきの救世主、聖子さんも読んでくれた蟹座の木星がいい仕事をしているんですよね。蟹座の木星の位置がここだから、ここにこういうふうになってるのね。で、この蟹座の木星は乙女座のニハウスの太陽のサポートもする。わかるわかるよ、その気持ちも。ね。っていう感じ。でも、魚座の月のサポートもする。120度だから。だからなんか本当にこの先生術とよくできてると思うのは、180度の位置っていうのは衝突なんだけど、もしそこの間にどこかに天体があって、一方と60度を取ると、60度は助けるんですね、ここ。で、一方と60度を取ると、必然的に180-60は120だから、120度を取って、これもサポートなんですよ。だからなんかその真ん中に1個天体が入ってくれれば、この相反するものをつないでいくっていうエネルギーが生まれてくるっていうことなんですよね。だから前世から培ったあなたのそのスピリチュアルなところ、ファンシーなエネルギーだけれども、前世から来たものだけど、それを現実で生かして誰かを助けるっていうことをすれば、これが両方生かされた形になるよっていう、すごく面白いチャートではないかと思います。では、ちょっと今度はアセンダント、日本ね、限って言えば、日本のアセンダントのところに、ここにちょうどアセンダントってこの地平線上に満月の瞬間、金星がいるんですよ。だからやっぱりこんな喜びの金星がアセンダントにいると無視しないで読んでいきたいんですよね。なので、ちょっとこれ、これもかなえさん、いいですか？はい、お願いします。はい。金星は日本ではアセンダントにあります。で、Q ハウスの羊座のセレスとタイトにトラインしています。で、サンハウス天秤座の火星は蟹座木星とはスクエア。で、カイロンとセレスとはオポジションです。この獅子座金星のライジング、そのアセンダントにあるライジングプラネットは、人々の関心や自分の価値観、美意識が強く前面に出てくることを示しています。セレスは自然とのつながりや成長を育むことがテーマの天体。で、Q ハウスは学校で教えてくれない学び、精神性や哲学を学ぶ場所です。で、ここから言えることは、必死で努力してなりふり構わず、とにかく仕事の成功を目指す、がむしゃらに目指すというよりかは、精神的な、それからソウルの成長を目指す。あとは、美しい生き方、意義がある生き方をしたいというように感じる人が増えてくると思います。人との関わり方、それから、仕事への取り組み方や日常生活においても、ちょっと普段の視点とは違って、ソウルレベルで自分や他者の精神的目覚めとか成長につながる行動、ここに意識を向けていくことが大切になります。そうですね。はい。その通りだと思います。金星のね、ライジングプラネット、
それからこうセレス、自然とのつながりとか育むとか育てるとか、でそれが Q ハウスっていう精神性とか哲学とか、本当先生術だったりカラーセラピーだったり、そういうのを学んだりすることとこうつながっていくエネルギーもここでね感じていくことができるんじゃないかと思いますし、なんか日常レベルでもうそういうなんか精神的な目覚めとか成長につながる学びをしていくっていうのもおすすめの行動になるんじゃないかと思いますね。で、こう結構トラインとかね、調整のもある一方で、さっきの蟹座の木星、いい仕事をしてるんですけれども、スクエアも取ってるんですよね。で、ここはやっぱり気をつける点として見ておいた方がいいので、ここは聖子さんいいですか？はい、ではスクエアの方のお話をさせていただきます。サンハウスの天秤座の火星が、蟹座の木星とスクエアを組んでいるんですけれども、ここでは言葉やコミュニケーションにおける衝突や誤解が起きやすい配置になっています。というので緊張がこう現れる場所と言うんですけれども、あの調和の天秤座とはいえサンハウスという言葉を発する場所に位置している火星の強さっていうのはやっぱり木星の拡大作用がぶつかることで、議論だったり意見の食い違いに、ああ食いすいません、意見の食い違いがやっぱり加熱しやすくなりますので、やっぱりここは気をつけた方がいいと思います。うん、ですね。そうですよね。はい。で、私もやっぱり議論とかうん、する場合にやっぱりヒートアップしてしまって、うん、相手が悪い自分が悪いとかこういうふうななんだろう二元論にもなってしまいやすいので、そこはちょっと本当に気をつけた方がいいかなと思います。そうですよね。本当に今も言ってくれた本当にその通りだと思います。火星は自分のね、表現をしたいところで、そういう表現は普段してもいいんだけど、もうスクエアを取ってる時は、それがこう、マイナスのエネルギーになる可能性がある。で、しかもスクエアを取ってるのが、聖子さんが今言ってくれた通り、木星っていう拡大してしまうものだから、その火星と木星がスクエアを取ってると自分のその自己主張がより拡大してお互いが譲らなくなっちゃってものすごく大きな衝突に発展していくっていう可能性がある。でそれがこれも本当言っていただいた通りサンハウスっていうコミュニケーション言葉でやり取りをする場所だからやっぱりなんかそんなつもりがなくても言葉で傷つけちゃったり何かこう誤解が生まれたりそれによってちょっとここはね、木星と火星のスクエアって結構先生術的には大きく注意をしなきゃいけない場所でバースチャートで例えば火星と木星がスクエアしてる人っていうのは言葉で災い、なんかそれでね後で後悔するようなことが多い人生になったりしますから、まあ、気をつけましょうということでありがとうございます。まあ、この辺りがこうメインでね押さえていただいたらいいところではないかと思うんですが、まあ、一個付け加えるとすれば、ちょっと最後に私も、小惑星なんですけれどもね、どちらも小惑星同士のアスペクトですから、特に取らないという人も多いかもしれませんが、まあ、私は、あら、どこ行っちゃった？みんなは見えてる？私の画面から見えなくなっちゃった。小惑星好きなので、積極的に読みますと、Q ハウスのカイロンと、セレスと火星が今の火星がオポジションなんですよ。ここのねこのサンハウスの火星と。でこれセレスも。でこれで今度はセレスも絡むとですね、セレスっていうのは親子関係とか養育とか学校や教師から言われていることにも関係していて、それがこうカイロンと絡むとそういうことでの傷っていう結構いわゆるインナーチャイルドとかですね言われるテーマになっちゃうんですね。ですからそれもね今言ったみたいに最初の流れからこう他人を守りたいとか自分の大事な
子供だから家族だから言いたいとか、そういうところからこう始まったものなんですけれども、そのエネルギーが結局自分の過去の傷を思い出す、っていうところに直結してしまうということがあります。で、もう一つこのセレスとカイロンで考えられるのは、あの自分の親だったり、自分の旦那さんだったり、自分の子供だったり、まあ、家族ですよね、特に。あるいは近い存在を守りたい、助けたいっていう気持ちはものすごく強くなるのに、例えば時間がなくてできなかったり、お金がないからできなかったり、自分に能力がないから助けたいんだけれども助けられないっていう傷。助けたい人を助けられないっていう苦しみ、悲しみみたいな。これがちょっとあったりします。なんで、私はクライアントさんが本当にみんな自分以外に自分の仲間や友達とかね、家族を守りたい、助けたいという思いがすごく強い人が多いんです。もうセッションやってても、セミナーやってても、コーチング講座やってても、本当に家族をもっと幸せにしたいんです。助けたいんです。クライアントさんをもっと助けてあげたいんですと、本当みんなおっしゃいます。で、そういう人に愛を与えたいという人に対して、でもできない自分の無力さに対して、がっかりするようなエネルギーもあるから、ぜひ前もって言っときますが、ぜひそこで落ち込まないでください。ここで言ってるのは、現実に今すぐ助けられなくても、助けたいという思いだけでも十分それは愛として存在してます。だって自分だったら嬉しいじゃないですか。ごめんね、どうしてもそこに今助けることが私できないんだけれども、でも本当に助けたいと思ってるのって思ってくれている人が一人いるっていうだけで心救われたりします。ですから、ぜひそのようにとっていただきたいと思います。では最後にお二人もどうですか、なんか読んでみての感想とか自分にはい。当てはめてとか何かシェアしていただける話がありましたらどうでしょう。じゃあ私からはい。書かせていただきます。本当に今回の満月図のチャートを一緒に読まさせていただいて、最近なんかその起こる前に自分が体験してるっていうことが起きてまして、本当にやってしまったことなんですけど、本当に一緒に働いている仲間から助けを求められて、でそれもまた何人かに助けを求められて、でじゃあ私ができることがないかなと思ってやったことがあるんですけれども、その間に入って本当に助けたかった相手が結果としてちょっと助けられる結果にはならなかったということで、本当に自分をちょっと責めてしまう1週間だったんですね。で、先週。で、このチャート図を読んで、宇宙は愛からできてるなっていうふうに、やっぱりこの乙女座の季節なので、私はやっぱり他者に思いやりを配る傾向にあるんですけど、実は私自身に愛を向けなければいけなかったなっていうそうです。ところに帰ってきたので、この先生術って面白いなというふうに、なんか星から私は今回メッセージを受け取りました。はい、よかった、気づけてそれが。ありがとうございます。私はよく知ってるから、本当にいつも誰かを助けるために生きているように見える。で、実際助けているし、でも本当にこのカイロンとこれもそうだけど、全部助けられるわけじゃないし、そしたら助けようとしたがために助けられなかった時に自分を責める。これはもうやめましょうねっていうことですよね。助けようとしたあなただけで素晴らしいじゃないですかっていうことだと思います。ありがとうございます。同じような人多いと思うので、いいお話になってると思います。かなえさんはどうですか？はい、今回この魚座の満月のチャートをいろいろ読んでみて、一番自分として、ここをすごく覚えておきたいなって思ったのは、ソウルジャーニーの一部分としての今があるっていうことで、ちょっといつもの視点とは、さらに上から見てみるって宇宙視点で見てみることで、例えば
自分自身が持って生まれたうん質とか才能とか強みがある。それをもっと活かさなきゃいけないっていうことと、それと同時に自分以外の人たちにはそれぞれ自分とは違った質とか強みとか才能があるから、そこをうまく尊重し合って共存していけるっていうのがを目指していきたいなっていうふうに思いました。だからさっきの身近な人とか家族との衝突が生まれるかもしれないっていう場面でもちょっと冷静になって、なんか自分と違うソウルジャーニーをしてきて、こういう質でこういう考え方でこういうふうに生きてるんだっていうことも冷静に尊重できるように一呼吸つきたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。本当にその通りですね。そのソウルでのジャーニーで経験してきたことも学んだことも違うから、今世で同じスタートをしたとしても、あなたに分かることが相手にピンとくるかというとそうではないし、相手にとってはすごく簡単なことは私たちにとっては難しかったりするというふうな目線で見れるんですよね。人に前世があるというふうに認めることができれば。そうじゃないからもうなんで何か言ってもわからないのよと思っちゃうけれどもっていうことだと思うんですよ。一人一人やっぱり進んできている道も違うしっていう本当に広い視点が見ることが寛容さにつながるんじゃないかと思います。こんにちは。すいません。ありがとうございます。コメント大歓迎ですよ。無力さをもう手放すというメッセージ。素敵ですね。相手を尊重する心に響きました。そして無力さを手放すっていうのもそうです。助けたい人ほど無力さを感じちゃうじゃないですか、自分自身に。でも本当にそんなことはなくて、誰かを助けたいという愛だけでも十分何かそこにエネルギーが流れていて助けてますから。で、またそれを信じることも大事だと思います。この満月は愛とケアの広がりっていうのを示している一方で、ちょっと言葉とか人間関係をめぐる摩擦も浮かび上がるよという、注意点もありました。それから美しい生き方とか愛を持って生きる生き方ね、がむしゃらにただ必死でしんどくすごい無理していろんなことのためにもうつつましくしんどく生きるんじゃなくて、もっと楽しく人生を美しく送ろうよっていう金星のアセンダントもあります。で、一方でまた過去の傷が浮かび上がるとか、誤解や衝突が生まれる。愛として言ったものが相手には愛として伝わらない。こんなこともあります。それから、何よりも今世を超えて前世から学び続けているあなたの何か目標とか体験し続けていることや、それによって培った一人一人の本質、そういうものを使って、それであなたは十分、あの人のようにはやってないけど、その力で人を助けてるよっていうことを思い出して、それによってより自分を愛し好きになっていくということを促しています。ですから本当にもう始まってますが、十分近いので、満月周辺、もう8月の下旬から9月の前半は前世を思い出す機会です。文字通りなんか前世のこんな姿をっていう意味じゃなくて、私ってこういうことをずっとやってるのかもとか、そういえばそれが私の生まれて持った前世でやってきた才能なのかもっていうことに気づく。なので、そしたらそれを使って、それがあなたの質で人を助けてるから、それを使って自分を愛してください。それを使って人を助けてる自分を認めてあげてください。っていうことです。だから結局自分を愛するっていう目標につながっていくんじゃないかと思います。私は何回も言いますが、前世の記憶があって、確実に人は前世でいろんなことを経験していると思ってます。何度も何度もじゃあなんで生まれ変わるんだろうっていうのは、そのたんびにたくさんの傷を経験しながらも成長していくためなんだろうなっていうのもどこかで思っています。だけどそんな記憶がない人にいきなりこのことを信じろっていうのが難しいっていうのを分かっています。だけど今回はなんかふと思い出しやすい時です。ちょっとかなり余談になるんですけど、でも例えばこれ今やってるんですけど、昨日もライブやったんですよ、実は。で、そのライブに、昨日のライブにもかなえさんいたんですよ。
でも私ってすごい結構いい加減なものだから、他にもライブ何人かいて、この順番で振るからこの順番で話してねって言ってたにもかかわらず、ライブ始まっちゃったら間違えて全然最後に話す人にいきなり振っちゃって、しかも違うテーマで振っちゃったんですね。で、それを振る前に、かなえさんにその人が話すはずのことも投げちゃったんですよ。そしたら、かなえさんがそれを受け取って、間違ってるというでもなく、責めるでもなく、うまくその話をしながらも、きっとこれは〇〇ちゃんの方が話しやすいでしょうからって言って、軌道修正してくれたんですね。で、これって絶対私にはできないことなんですよ。私だったらそこでもう慌てちゃうし、あたふたしちゃうし、笑ってごまかすか、何か違う方法になるんですね。なんかそれを見てて、私、この人は前世からずっとこういう調整役をしてきて、誰も傷つかない、誰も責めない、何かミスがあってもね、解決策をしてらっしゃるんだろうなってちょっと思ったんです。だからもうすでに満月のエネルギーでかなえさんがずっと前世からやってきた自分のすごい類いまれな才能を使って昨日たくさん私を助けたことをぜひ思い出ありがとうございます。私ってすごいなと自分を褒めてあげていただきたいと思います。パッと出たんですかね、かなえさん、やり方や言葉は。ああ、そうですね。でも、まあ、誰が何をするって担当は決まっていたけど、まあ、でもみんなで考えたし、一緒に学んだから、まあ、誰が言っても一緒かな、みたいな感じで、はい、でした。ね、でもうまく修正していただいたんでよかったです。だからそんな風にで、聖子さんはいつもあえて、あえてですよ。なんかその、おっちょこちょいをやってくださるんですよ。なんかみんなが緊張している、たくさん緊張している新しい人がいる場面で、本当にここでこういうことを言ってくれる人がいたらみんなが和むだろうなって私が思ってる時に、でも私が言ったって和まないですよ。先生だからね、みんな私は緊張する存在。この先生、怖くないよ、大丈夫だよ。こんな私がちょっとやっちゃっても言っちゃっても笑いに変えてくれるよっていうタイミングでいつもそれをやってくださるんですよ。それも本当に前世からずっとその役目をやってるんだろうなって私はいつも思うんですね。それはどうですか、聖子さん。いや、まさにそうだと思います。なんか私の後ろにはなんか本当笑いの神様が降臨してくるんですよ。本当に本当にこ今のグッドタイ行けと。ミングで。今行今けと。で、体をほぐ私は言そう。わされてるだけなんで。うん。そう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 。なので、わざとじゃないんですよ。本当になんか、多分見てる方も、わざとじゃない、私はっていうの分かってくれると思うんですけど、そういうの。いやいや、私は本あ当にここで一発はい。なんか和みが欲しいなと思う時にいつも聖子さんがそれをしてくれるから、そういうのってだからはい。すごい才能なわけです。でも自分がずっとそうやってるから、それ私のおっちょこちょいのダメなとことか、控えめな私のダメなとことか、思ってる可能性がみんなあるじゃないですか。でもたくさん人を助けてるんですよ、それでっていうことです。なんで皆さんもそんな風に自分を思い出してほしいと思います。ちなみにだからこの満月周辺ですね、やはりヨガができる人はヨガしてみるとか、アースイング、ちょっと地面につながる裸足でとか、少し静かな時間を持つとか、私はやっぱり自然と触れ合っている時に一番そういうスピリチュアルなエネルギー、前世を思い出したりするので、私はよく木をハグするっていうことをやりますけれども、散歩して、だからそういうね、自然アーシング、ちょっと静かな時間っていうものを持つ機会を持ってみてください。本当に一番おすすめなのはマカバ水晶あれば握ってみるとか、クリスタルグリッド。これグリッドを貼るとそこが宇宙空間になるので、グリッドを持ってたり貼ったりできる人はそういうものを貼って、その前でソウルの声に耳を傾ける、前世の私が今世の私にこれ使って今回も頑張ってね、あなたはもうその学びをしっかりやってきたからねっていうふうにメッセージを送ってくるかもしれません。ということで、解説もしましたので終わりたいと思いますが、最後に聖子さんからも、かなえさんからも、なんか今見ている皆さんに、ぜひ一言何か、何でもいいです、メッセージでも。
送っていただければと思います。はい。聖子さん。今降りてきたんですけれども、笑うことですね、皆さん。うん、本当になんか笑うと腹筋が強くなるじゃないですか。私7時だよ全員集合、あれもうお腹が痛くな多分8るぐらい。時ですね。あ、すいません、7時です。8時です。いや、いいんすいません。ですけど、これ嘘ついてた。もまた、すいません。神が降りてきてるからね、神が降りてきた。笑いの神が。8時だよ全員集合。あれ見ながら本当笑いながら私死ぬんじゃないかっていうぐらい笑いすぎて、そういう子供時代だったんで、やっぱりこう腹筋が強いですよ。全然話変わるんですけど、やっぱ笑いってすごい大事だなと思ったので、その健康のために何か面白いなと思うことをやられてみるのもいいんじゃないですかっていうこいいとです。ですね。たくさんはい。笑って。これだからちょっとまた話が長くならないように一瞬だけで言いますけど、カラーチャクラクリスタルヒーリングっていうのを私たちもね、やってるんで、そう、笑いで腹筋、笑うと本当腹筋強くなるじゃないですか。笑うってお腹に力が入るから。で、そこがソーラープレキサスっていう第三チャクラで、自分自身の個の喜びを一生懸命生きると。自分を完全に自己肯定するっていうチャクラなんですよ。だからたくさん笑ってる人は自然と自己肯定感が高くなるっていうオチにもつながっていきますね。素晴らしいと思います。じゃあ、かなえさん、どうぞ。はい。今ね、なんか聖子さんに笑いの神が降りてきて、やっぱりそれが聖子さんの質なんだなって改めて思いました。で、なんかそういう人にこう喜びを与えるっていうことを自分も自分を喜ばせるのと人を喜ばせるのってすごくつながってると思うので、乙女座の季節は自分をまずケアすることで、人に対してもそれを循環させていくっていうことをテーマにやっていきたいなと思います。ありがとうございました。素晴らしいです。いや、今、2人とも素敵な存在ですね。才能のことがすごくよく分かりましたというコメントもいただいてます。今のまたかなえさんの、誰かが何か喋ると、すぐに何か思い出しちゃうんで、私。そしてどんどんこう、長くなっていっちゃうから、いつも、もう、ほどほどにしますけれども、これが最後です。まさに今日もちょうどさっきですね、私ここの新しい事務所、下にジムがあって、自由に使っていいんで、すごくいいんですよ。1時間やったら下に行って、ウォーキングマシンがあるから、10分歩くようにしてるんですよ、今。したら、ほら、座りっぱなしにならないから。なんで、ちょうどいいんです。で、みんなそういう人がみんなオフィスのネクタイしたまま、ライザップみたいな感じですね。チョコザップか。みたいな感じでやってるんですけど、それこうやって歩いてる時に、ふと、こう、これ、ほら、ベルトコンベヤーみたいじゃないですか。こうやって今私が一歩踏み出したのがこうやってくるんだなっていう考えがふと。だから自分が誰かに何かを与えたものが、やっぱりこっちに与えてるから、それが戻ってきて自分に吸収されるし、自分が自分に与えたものも誰かにつながっていくっていうふうに世の中できている。やっぱりこれ、つながってるから別々じゃないんだなと思ったんですね。だから、どっちかに与えればいいんですよ。なんか人に与えられないという時には自分を愛する自分に与えてあげればいいし、自分が何かを受け取ってる、ね、このポジティブ思考をみんな勉強してるんだけど、自分が何か将来すごいいいものを受け取ってるっていうのがどうもイメージできないっていう人もいるんですね。今あまりにも辛いからっていう人。そういう時はそれを誰かに与えている。誰かがそれを受け取っているっていうのをイメージすれば、あの人だったら受け取れそうでいいんですよ。でもつながってるから、それはあなたに戻ってくる。なんかそんなことをウォーキングマシーンをしながら思っていましたので、かなえさんの今のつながりの話がピンときました。ということで、この辺にいたしたいと思います。ありがとうございました。見ていただいた皆さんもコメントいただいた皆様、そしてこれもYouTube の方に出しますので、YouTube で見ていただいている方ももしコメントとか質問とかなんかあれば書いていただいたら、何か私の方で分かることだったらお答えしていこうと思います。ということで、素敵な満月を迎えましょう。そしてもう始まっております。ちょっと自分の前世から育てているものって何かなって意識をしながら、この8月、9月を過ごしてみてください。では、ここまでにします。素敵な満月を。